んにちは、さゆりです。今回は縁もしくはご縁について話します。この縁やご縁っていうのはおそらく教科書には載ってない単語なんですけど、人間関係を表すとき、誰か人と人の関係を表すときによく使われる言葉なので、今回ご紹介します。ご縁って聞いたら5 Japanese yenって思っちゃいますよね。でも意味は全然違います。あとご縁じゃなくて円だけ使う人もいます。これはそのお金の円と同じ発音です。はい。ではこの円やご縁はどういう意味なんでしょうか？どういう時に使うんでしょうか？ご縁というのは人と人との関係や何かが起こる理由、そして運命のようなつながりを意味します。スピリチュアルな意味を含んでいます。特定の出来事や人間関係の深い部分、細かく言葉で表現できないようなこと、その時によく使われます。これは実際にあった話です。私はカナダに住んでいたんですけど、カナダでトシさんというすごく優しい日本人女性に会いました。トシさんは私のお母さんと同じぐらいの年齢の方です。この時の私の状況はカナダに引っ越したばかりで、ちょっとホームシックというか文化の壁にぶつかったりして少し苦しかった状況だったんですね。その時にトシさんに出会いました。トシさんは昔私と同じように日本からカナダに来て今生活しています。同じような経験をしている方で、私のバンクーバーでの生活が楽しくなるようにいろいろ助けていただきました。で、その時トシさんは私にここバンクーバーで出会ったのも何かの縁だからさゆりちゃんのことをほっとけないし応援したいんだよと言ってくれました。本当に優しいですよね。で、この時トシさんが言ったここで出会ったのも何かの縁だからというのは世界中にたくさんの人たちがいる中で海外で自分の経験と重なるような同じような経験をしようとしている私に何かつながりがあるということに対してご縁があると言いました。皆さんにもありませんか？旅行中に出会った人だったり、なんかご縁がある、そういう何か言葉では説明できないけどこの人と、つながりがあるなと感じたことはありませんか？このご縁という言葉は先ほども説明した通り少し曖昧な表現でもありますね。理由を曖昧にしたい場合や具体的に言葉では表現しづらい時にも使います。仕事や恋愛にも使えます。例えば仕事で商談、ネゴシエーションがうまくいって、契約が成立した時、うまくいった時ですね。その時にこの度はご縁があって A 社の方と契約いたしましたという曖昧な表現に使いやすいです。仕事で商談をするときはそんな曖昧なことは商談しませんね。例えば納期、いつまでに物が欲しいかとか、いくら欲しいかとか、そういういろいろなことを、細かく話しますね。でもそれをご縁があってというと、それ以外の何か運命的なもの、数量や価格が、一致して契約に合意しましたっていうよりもご縁があってという方が柔らかくて何ですかね、素敵な印象がありますね。上司に報告するときにご縁があってって言ったら絶対にダメですね。具体的じゃないのでそれは避けるべきです。自分の力で勝ち取ったとかそういうのをあまり日本人は基本的に言わないので、何か偶然ラッキーだったからっていう時にご縁があってと使います。自分の実力だけじゃない何か見えない力、もしくは周りの人のおかげ、状況で、契約を勝ち取った、契約をもらえた。
という時にご縁があってという言い方をします。自分が頑張ったっていうよりはご縁があったという方が謙虚に聞こえます。あと大きな買い物をして自慢したくない時にも使えます。例えば家を買ったとしましょう。その時に心の中では頑張って稼いだし節約も続けてきてやっと念願の夢のマイホームが買えた。やったっていう人もいると思うんですけど、それだけじゃないと思う人もいるはずです。例えばその自分の努力だけじゃなくて何か見えない不思議な力、タイミングもそうですし他の人たちの協力だとか、そうですね、言葉にするのは難しかったり長くなりすぎたりしてしまう時にご縁という言葉を使うと間接的で日本語らしい表現になると思います。はい、ご縁があっていい不動産屋さんに巡り会えたんですとか、ご縁があってこの土地に引っ越してきたんですとか、そういうふうに言います。逆にご縁がないというのも使います。これは具体的に言いたくないことを曖昧にするために使います。例えば彼氏と別れたとしましょう。でその別れたということを誰かに説明する、知り合いの人にそれを説明するときに、やっぱりご縁がなかったみたいなんですと言えます。彼氏と別れるとかそういうのは複雑な理由がたくさんありますね。例えば足が臭いとか鼻毛が出てるとかゲームばっかりして構ってくれないとか、そういういろいろな理由があると思うんですけど、具体的なことは言いたくないですよね。そういう時に使います。で20代後半以降になると、日本や他のアジアの国ではそうなんですけど、結構ね、知らない人が人の恋愛とか結婚観について聞いてきたりするんですね。おせっかいな人と言うんですけどそんな人に「彼氏とはどう？いい人いないの？」って聞かれた時に、なかなかご縁がなくて、いやなかなかいいご縁に巡り合えないみたいなんですというふうに言うと、本当の自分の理由を言わなくていいです。例えば理想が高すぎるとか、アニメのキャラに恋してるとか、前の人を引きずってるとか、そういう本当の理由を言わなくて済みます。そういった恋愛だけじゃなくて、そういうプライベートなことを言うのは気が引ける、あまり言いたくないので、なかなかいい縁がないんです。縁がないみたいなんです。ご縁がなかったみたいなんです。ご縁がなかったんですといえば、それ以上質問されることはないと思います。言いたくないことを曖昧に隠すために使える言葉です。そのような使い方ができます。はい、まとめると、縁は必然、必ず起きるべきものや偶然、たまたま起こったもののつながり、関係性、それらの深い言葉の意味を表す言葉として使われます。そしてそれは神秘的なこと、または運命的な意味を持つことがあります。だから、それを利用して具体的なことを言いたくない時や、うまく言い表せない時にも使われます。はい、皆さんが私のポッドキャストを聞いてくれているのも何かのご縁だと思います。日本語を一生懸命勉強していて、この私のポッドキャストを見つけてくださったと思います。これも何かのご縁だと思います。はい。ここで偶然見つけたということもできますし、それが普通なんですけど、ここでご縁っていうとロマンチックに聞こえるので、ご縁という言葉を使ってみました。最後に一つ注意してほしいことがあります。これは個人の意見なので人によって違うかもしれないんですけど、そのご縁っていう言葉を使いすぎると、なんかこの人は具体的じゃなくてスピリチュアルな感じの人なのかなとか、そういう印象を与える可能性もあります。だから便利な言葉ではあるんですけど、使いすぎには注意してください。そしてこれはもともとは仏教から来た言葉だそうです。興味のある人は調べてみてください。
はい、今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあまた次のエピソードで。バイバーイ。